こんにちは、ぴょんです。人生でいつか絶対に泊まりたいと思っていたローズウッドマタカウリへついに来ることができました。湖畔の美しい景色と温かみのある雰囲気を持った超高級リゾートです。訪れている現在は11月の上旬。南半球にあるニュージーランドの11月は春にあたります。それでは早速中へ入っていきましょう。ホテルの内装はニュージーランドの著名なインテリアデザイナー、バージニア・フィッシャー氏が手掛けました。ローズウッドホテルズ&リゾーツは世界21カ国で33軒のホテルを運営する5つ星ブランドです。アメリカ・テキサス州のダラスが発祥の地で、現在は香港を本拠地にしています。ちなみに香港のローズウッドホテルは世界ベストホテルランキングで毎年常に最上位を保っています。この冬には日本初となるローズウッドホテルが宮古島に開業しますのでそちらも楽しみです。チェックインは14時、ロビーで行われます。ウェルカムドリンクとして蜂蜜とハーブの温かいドリンクをいただきました。ホテルの敷地内で養蜂されている蜂蜜で作られているそうです。お部屋へ向かう途中、リゾート内のご案内をしていただきました。スパエリアにはプール、サウナ、ジム、トリートメントルームがあります。美しいレイクビューのプールは温水です。クイーンズタウンは真夏にあたる1、2月でも最高気温の平均が22度ほどと涼しめの地域ですが、温水であれば安心して楽しめます。プールサイドには様々な日焼け止めが用意されていました。木の良い香りがするサウナ。まだ3ヶ月前にできたばかりなのだそうです。露天風呂は水風呂と温かいお湯の2種類の浴槽があります。プールのお隣にはジムがあり、24時間利用可能です。こちらからも美しい景色を見渡せます。運動に必要なものはすべて揃っていますので、身一つで気軽に来ることができます。マシン一つ一つにお水、タオル、耳栓がセットされていました。ジムの向こうはスパルームでボディトリートメント、マッサージ、マニキュアを受けられます。それでは楽しみにしていたお部屋に向かいましょう。今回宿泊するお部屋はグランレイクビュースイートです。料金はいつもの通りこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容から、一泊有朝食2食付きの一室大人2名の料金を予想しながらご覧くださいませ。お部屋に入って一番初めに感じたのは、窓が多くとても明るくて開放的なこと。そして、おしゃれでスタイリッシュな雰囲気を持ちながらも、心がほっとするような温かさも感じられます。グランレイクビュースイートは、広々としたプライベートバルコニー付き。目の前の湖はワカティプ湖という名前です。1000年ほど前、氷河によって削られてできた谷間に、水が溜まり形成され、細長い S 字型をしています。
全長は約 80km、ニュージーランドで3番目に大きな湖です。ウェルカムスイーツとしてキャラメル味のタルトとニュージーランド産のマンダリンが置かれていました。寝室は階段を数段上がったところにあり、目線が高くなっています。リビングと寝室を隔てる壁側にはデスクがあり、箱の中に文房具と変電機が用意されていました。壁にかけられたアートの裏にテレビが隠されています。こちらの鏡の中もアイロン台が収納されていました。階段を少し上がった踊り場にはドリンクコーナーがあり、冷蔵庫、コーヒーマシン、電気ケトル、グラスが置かれています。コーヒーマシンはネスプレッソ。アルコールは有料、アルコールの入っていないものとスナックは無料です。冷蔵庫の中身で無料のものは、コーラ、スプライト、ミネラルウォーター、牛乳、ジンジャービア。スナックはポテトチップスとポップコーンがあります。ドリンクコーナーを後にして階段をさらに進んでいくと、突き当たりにあるのは広いウォークインクローゼットです。持ってきたお洋服はすべてハンガーにかけられるほど空間にゆとりがあり、自分の家のように使えました。スリッパは驚くほど高品質なものです。ランドリーはワイシャツ1枚で1400円くらい、ワンピース1着で2100円くらいでした。続いては寝室です。ベッドは世界中の一流ホテルに選ばれている CD 社製のキングサイズが置かれています。どちらの枕元にも USB ポートがありました。朝、目を覚ました瞬間からこの景色を堪能できるなんて贅沢すぎます。最後にバスルームをご案内いたします。天井からも光が降り注ぐ明るい空間です。そして何といってもこのお風呂からの景色は圧巻です。浴槽のすぐそばに石鹸、バスソルト、バスフォームが用意されています。洗面所はダブルシンク。シンクの下にあるボックスの中にアメニティが入っています。ニュージーランドは環境保全先進国と呼ばれ、豊かな大自然を守ろうと人々は高い意識を持っています。例えばこの歯ブラシも柄の部分は木でできており、歯磨き粉は従来のプラスチックチューブではなく、紙でできたパウチに入っています。レジ袋の有料化や使用禁止を行っている国は世界60カ国以上ありますが、ニュージーランドは世界で初めて生鮮食品用の薄いビニール袋やラベルシールなども禁止対象にした国です。アメニティの品揃えはこちらの通りとなっています。ドライヤーはシンプルでかっこいいデザイン。ソープ類はニュージーランドのスキンケアブランド、レボル。マオリ族の植物学を取り入れ、自然の力を人間の健康的なバランスに生かす製品作りをされています。タオルウォーマーがあるとタオルを暖かく保てたり早く乾かせるので嬉しいです。
夕方のラウンジでワインタイム。地元産のワインが無料で提供されています。このクッキーがびっくりするほど美味しかったです。街の喧騒から離れた静かな地にあるマタカウリロッジですが、レストランやおしゃれなお店が多く並ぶ街の中心地まで車で20分ほどとそこまで遠くありません。今回の旅では約1週間クイーンズタウンに滞在し、様々な体験をしました。特にグルメについては渡航前に何ヶ月もリサーチし、評判の良い有名店を事前に予約していました。観光や旅費など情報をすべてまとめた動画を今後投稿するニュージーランド旅行総集編の動画で皆様にお見せいたします。そちらの動画ではマタカウリロッジ以外に宿泊したホテルについてもご紹介いたしますので、ぜひチャンネル登録がまだの方もチャンネル登録をしてお待ちいただけたら嬉しいです。ニュージーランドでは1日の中に四季があると言われるほど1日の中で気温やお天気が変わりやすいです。この日は特に2時間くらいの間で雨が降ったり晴れたり氷が降ったり、11月は晩春とも言えますが、気温は氷点下まで下がりました。お風呂に入って温まります。バスフォームで泡風呂を作りました。最近プレゼントでいただいたパジャマを日本から持参しました。ふわふわで幸せです。肉眼では見えませんでしたが、オーロラが映っていました。おはようございます。天国のように美しい朝です。それでは朝食に向かいましょう。朝食の営業時間は7時から10時。昨日チェックインをしたロビーのすぐ下にあるレストランです。実はまだこの時、夕食も宿泊料金に含まれていると知らず、1日目は外にディナーを食べに行ってしまいました。普段は絶対にこのようなことはないのですが、今回はたまたま色々重なってしまい、なんでこうなってしまったのかはまた後でお話ししますね。2日目のこの日は夕食をホテルで予約していますので、今夜を楽しみにされていてください。それでは朝食のご紹介です。最近の高級ホテルで主流のハーフブッフェ方式です。フラットホワイトと季節のフレッシュジュースからスタート。真っ先に注文したのはフレンチオムレツ。シンプルもいいですが、オプションで付け合わせを追加するのもいいですね。スモークサーモンのブルスケッタは色とりどりのミニトマトとたっぷりのイクラが乗っています。トロトロ半熟の目玉焼きは下にハッシュドポテトが隠されています。デザートにはもちもちのバターミルクパンケーキをお願いしました。お部屋に戻ってきました。美味しかったですし、何よりホテルのどこからの景色も素晴らしすぎます。お部屋で少しのんびりした後は、
運動も兼ねてリゾート内を探検に行きましょう。敷地内にあるキッチンガーデンではお野菜やハーブが育てられています。矢印の先には桟橋があるようです。行ってみましょう。南アルプスの山々と翡翠色の湖が織りなす景観は、あまりにも美しいことから女王が暮らすのにふさわしい街と名前が付けられたクイーンズタウン。マオリ族の伝説では昔々、マタカウリという若き戦士が、酋長の美しい娘マタナを巨人から救ったというお話があります。若きプコが S 字型をしているのは、その時に倒した巨人が足を曲げて横たわっているからで、一日の間に何度も干満を繰り返す湖としては珍しい現象も、湖の底に沈む巨人の心臓が鼓動しているからだと言い伝えられています。1860年代に金脈が発見され、町は急速に発展し、金脈が尽きると、今度は人口が100人台にまで衰退しましたが、現在では人口は5万人以上に上り、この美しい大自然を目当てに、世界中から年間300万人以上の人々が訪れています。気がつくと随分遠くまで歩いてきていました。1万歩ほど歩いてお部屋に戻り、今度は水着に着替え、ガウンを羽織ってサウナへ行きます。今までの人生で一番感激したサウナはここで間違いありません。清潔でまっさらな白木に囲まれ、木の良い香りが漂っています。設備や動線など、良いサウナの条件が全部揃っていると思いました。2020年のサウナブームで日本にも良いサウナ施設がたくさんありますが、ここはロケーションが格別です。程よく冷たい風が体をクールダウンさせ、自然の BGM が脳を癒してくれました。さて、ディナーのためにお部屋に戻ってメイクアップします。旅行の時はほとんどのお化粧品をチューブ系にしています。ディナーの前にカナッペとワンドリンクを無料でいただけます。ニュージーランドの有名ワイナリー、クラウディベイのスパークリングワインにしました。チーズとフェンネルのカナッペ、椎茸の串料理、大きなオリーブ。ディナーも朝食と同じメインダイニングでいただきます。ディナーがインクルードされているとは知らず、昨夜は街に出てしまいました。昨日は昨日で楽しかったですので、今後投稿する総集編の動画もぜひご覧くださいませ。まずはじめに今朝キッチンで焼き上げたばかりの自家製パンが来ました。バターも自家製です。オプションで追加したニュージーランドテコーマ湾産の牡蠣。シャンパンとエシャロットを合わせたソースが添えられています。ニュージーランド北島、ヒキアンガ産のヒラマサ。上にはイクラと柑橘、ラディッシュやハーブが乗っています。合わせるワインは地元産のソービニオンブラン。なぜ昨夜ディナーをスキップしてしまったのかについてお話ししますね。今回はカード会社のコンシェルジュ経由でホテルの予約をしまして、普段であればそういう場合もカード会社のウェブサイトから自分でネット予約するのですが、今回はそのサイトのまたか売りロッジのページだけ不備があり、空室が表示されず復旧に1週間ほどかかるとのことでしたので、電話でカード会社に予約をお願いしました。
その時に朝食付きというご説明でしたため、毎晩の夕食もついているとは思っておらず、追加でコンシェルジュの方に最終日である今晩のダイニングの予約をしていただきました。おそらくコンシェルジュの方も夕食が含まれているとはご存知なかったのだと思います。アラカルトのお料理もいろいろあり、毎晩メニューを変えられますので、これからご宿泊される方はぜひ、ホテルで朝晩お食事を楽しまれてください。私も今度来る時にはそうします。お魚はニュージーランド最南端、ビッググローリーベイのサーモン。合わせるワインは地元セントラルオタゴのピノグリです。続いては鴨胸肉のロースト。ニュージーランドは食肉産業、漁業、農業すべて盛んで、恋しく健康的な食材の宝庫です。ワインはニュージーランドの一大産地、マールボロのシラー。まさに地産地消の料理とドリンクです。メインディッシュは 100% 牧草飼育のニュージーランド牛肉のフィレ。ワインはオークランドから近い離島、ワイヘケ島で作られた濃厚なボルドースタイルの赤です。デザートはホテルで養蜂されている蜂蜜と洋梨のパルフェ。蜂蜜の芳香が華やかで抜群に美味しかったです。デザートに合わせるのは遅摘みリースリングのデザートワイン。ラベルのデザインが可愛いです。ごちそうさまでした。お外に出るとまだ薄明るいですが、これで21時です。お部屋に戻ってくるとターンダウンがしてありました。枕元にお水とマカロンが置かれています。デカフェのコーヒーを入れて一緒にいただきました。ちなみに寝室とリビングの間はこのように扉を閉められますので、まだ起きている人がリビングで明かりをつけていても、寝室で寝たい人はお部屋を暗くできます。それでは、おやすみなさい。おはようございます。今日は曇りですが、それでも綺麗な景色です。昨日は途中で目が覚めて寝れなくなってしまい、明け方に再び眠りについたのでまだ眠いです。今朝は控えめに2皿だけ注文しました。スキレットエッグはキャラメリゼした玉ねぎとトリュフのオイルがいい感じ。ポーチドエッグはエッグベネディクトのスタイルで、ローストトマトとマッシュルームをオプションで追加しました。ごちそうさまでした。朝食後は運動のために湖へお散歩。今日は風が強く、だいぶ波が立っていました。お部屋に戻ってチルタイム。ニュージーランドは独自の生態系で肉食の野生動物やヘビなどがおらず、鳥類の楽園でとりわけ外敵がいないことから飛べない鳥の生態系も発達しました。ニュージーランドでは大自然を満喫する遊びがおすすめで、中でも世界遺産のミルフォードサウンドはクイーンズタウンから日帰りで行ける超人気スポットです。ニュージーランドオットセイとキマユペンギンに会うことができました。チェックアウトの前に最後のサウナを楽しみましょう。このサウナは本当に景色も動線も素晴らしすぎます。客室数が少ないためか、いつ来ても他のゲストと会うことがありませんでした。
ついにこのお部屋ともお別れの時です。チェックアウトの時刻となりました。またいつか必ず泊まりに来たいです。アクセスについてご案内いたします。ローズウッドマタカウリはニュージーランド南島クイーンズタウンに位置しています。クイーンズタウン空港からホテルまでは車で30分くらいの距離です。日本からはニュージーランド最大の都市オークランドに東京から直行便が就航していますので、オークランドで国内線に乗り換えてクイーンズタウンへ来るか、オーストラリアからはクイーンズタウンに国際線が就航しており、ブリスベン、タラマリン、ゴールドコースト、シドニーの4都市から直行便が出ていますので、オーストラリア経由で来るかの大まかに分けて2通りが主流です。今回私はニュージーランド航空を利用して東京、オークランド、クイーンズタウンというルートで来ました。ニュージーランド航空があまりにも素晴らしかったので、このルートはおすすめです。次回投稿する動画でニュージーランド航空を特集いたしますのでお楽しみに。この後は料金の発表に参ります。クイーンズタウンのウルトララグジュアリーホテルマタカウリロッジ。ワンベッドルームの中で一番ランクが高いお部屋、グランレイクビュースイートに宿泊しました。ニュージーランドの食材をふんだんに楽しめる豪華なコース料理のディナーと、これまた素晴らしい朝食の2食付き。共用部も充実の設備を完備。一泊一部屋大人2名の合計金額はおいくらでしょうか？正解は4468ニュージーランドドル、日本円で約40万8000円でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。